アクティブサイクリングのヒロです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は前回のサドル調整に続いてトレック FX3 ディスクのハンドル周りのポジション調整をしてみます。ここでは力いっぱいに頑張って走るときと散策気分でリラックスしたいときのどちらでも対応できるポジションバランスといったテーマで調整してみようと思います。具体的にはハンドルを少し下げて力強く走りたいときは肩幅に近いグリップの内側ギリギリに手を置いた前傾姿勢になり、リラックスしたいときは上体を起こして腕を広げてエルゴグリップの平たい部分で一休みといった都合の良いセッティングを考えています。クロスバイクのハンドルは両端をカットして短くすることもできますが、FX3 のアイソゾーンには手を加えたくはないので、ノーマルのまま位置や角度の調整のみにしてみます。準備するものは六角レンチ 3mm、4mm、5mm とトルクレンチです。では、まずハンドルを下げていきます。使用するレンチは 4mm です。外す時の順番はありませんが、アンカーボルトとステムキャップを外して、横止めのボルトを緩めると、このようにスポッと外れます。この FX3 はスペーサーが2つついています。1センチと2センチで全部外すと3センチダウンになります。ハンドルを仮戻ししてみると1センチダウンは少し下がったかなという感じでしたが、3センチダウンは行き過ぎかなという印象だったので、まずは手始めに1センチダウンでしばらく様子を見ていこうと思います。外したスペーサーはこのように余った部分に装着します。で、外すのは簡単でしたが、取り付け時のボルト締めには注意を払う必要があります。まず最初にステムキャップをつけてアンカーボルトから締めていきます。このヘッドパーツの部分はアンカーボルトが適切に締まっていないとガタガタカクカク動くので、一気に締め付けるようなことはしないで、少し締めてはフロントブレーキをかけた状態でハンドルを前後に動かしたり、少し持ち上げてバウンドさせたりしてガタが消滅するまで繰り返します。音や振動でもわかりますが、この部分に指を当てていると、ほんの少しのガタも明確に伝わってきます。ガタがなくなったら指定トルクで締めます。そして締め付け時のトルク管理で使用するのがこのトルクレンチです。トルクレンチについては前回のサドル編で説明してありますので、そちらをご覧いただけますでしょうか。次にハンドルの曲がりを正して固定します。まずこの横止めのボルトを少しの力でハンドルが動く程度に上下交互に軽く締めておきます。前輪をまっすぐにしてハンドルの曲がりがないようにしますが、私はサドルの後ろから広い視野でトップチューブと前輪とハンドルが十字架のようなクロスになるようイメージして直感で決めています。ボルトは上下交互に
この隙間が均等になるよう意識して締めていきます。仕上げはトルク表記に従って本締めします。ABEC3 の表記は MAX7Nm なので 7Nm を超えないように注意します。ガチガチに締めるより大きな力が加わった時に曲がるぐらいが良いと思います。念のため最後にもう一度アンカーボルトをトルクレンチで締めておくと安心です。次にブレーキレバー、シフトレバー、グリップの調整を行います。個人的にはクロスバイクは走りや乗り方をイメージしてある程度は自由な発想で調整してもいいかなと思っています。完成イメージを再度言いますと、力強く走りたいときは肩幅に近いグリップの内側ギリギリに手を置いた前傾姿勢になり、リラックスしたいときは上体を起こして腕を広げてエルゴグリップの平たい部分で一休みといったセッティングを考えています。よってブレーキレバー、シフトレバーの位置をグリップの内側と外側に手を置いた状態でも無理なく操作できる中間点に配置し直します。理想通りになるかわかりませんが、とりあえずやってみます。まず各レバーのボルトを緩めていきます。使用する六角レンチはシフトは 4mm でブレーキは 5mm です。ABEC3 の右側はブレーキレバーとシフトレバーが密接しているので、まずシフトレバーを緩めてからブレーキレバーを緩めていきます。左側のブレーキレバーも緩め終わったら、またがった状態で位置決めをします。今回はそれぞれを数センチ内側に寄せてみました。位置が決まったら次に角度を調整します。基本はこのように自然にハンドルに腕を伸ばしてグリップに手を置いたときに手首に負担のかからない角度が良いと思います。位置、角度も決まったのでそれぞれを本締めします。最後にグリップの角度も調整してみます。この平らな部分が水平になるのが基本らしいですが、私は好みでほんの少し角度を下げたいと思います。グリップはこの2箇所のリングで固定されているので、3mm の六角レンチでそれぞれを緩めて角度を調整して本締めします。これで前回のサドル調整と合わせて日常的にできる ABEC3 のポジション調整が仕上がりました。そしてこの状態でしばらく乗ってみて違和感が出てくればその都度微調整していきたいと思います。この調整と走りを繰り返すことによってオーダーメイドの服のように体に合った自分だけのクロスバイクに仕上がっていけばいいなと期待しています。次回はクロスバイクで脳と体を鍛えると題して年齢に負けないサイクリングトレーニングの実践を予定しています。